コンビニのプラスチック容器、スーパーの食用油、冬の灯油、これが全部同時に値上がりする引き金が今夜引かれようとしていたのだ。ホルムズ海峡が封鎖されたまま6週間、そしてトランプは文明全体が死ぬと発言したのだ。文明全体が死ぬって、それ本当に言ったんですか？それで日本のコンビニと何がつながってるんですか？本当に言ったのだ。2026年4月7日、トランプはトゥルースソーシャルにこう書いたのだ。今夜、文明全体が死ぬ。これはイランへのホルムズ海峡開放の最後通帳だったのだ。ニューヨーク時間午後8時がそのデッドラインだった。そして今日の動画では、この最後通帳の裏側と、パキスタンが仲介に入った外交の動き、そして日本の食費や資産運用への具体的な影響を全部話すのだ。パキスタンが仲介なんですか？あの地域の外交でパキスタンってそんな役割を持ってるんですね。知らなかったです。パキスタンがなぜ動いたか、まず地図で考えてほしいのだ。パキスタンはイランと国境を接していて、しかもイスラム圏の中では核保有国として一定の発言力を持つのだ。ニューヨークタイムズによると、デッドライン4時間前に、シハズ・シャリフ首相がトランプに電話し、2週間の停戦を提案したのだ。その間にイランが自発的にホルムズ海峡を開ければ、交渉の糸口になると踏んだのだ。それでトランプはどう反応したんですか？あの人が2週間待つっていうの、正直イメージが湧かないんですけど。ホワイトハウスはアクシオスに、トランプはすぐに回答するとだけ言ったのだ。同時に、イランの高官がロイター通信に、前向きに検討しているとリークしたのだ。BBC-NYT はこの動きをギリギリの外交と表現したが、パイスというスペインの大手紙はトランプが強気発言をしながら裏では集中交渉をしているという別の角度で報じていたのだ。メディアによって微妙にトーンが違う点が興味深いのだ。そもそもホルムズ海峡がなぜこれほど重要なのか、一度立ち止まって考えてほしいのだ。幅わずか約33キロのこの海峡を世界の原油輸送の約 20% が通過しているのだ。数字で言うと1日あたり約1700万バレル。日本はその輸入原油の約9割を中東に依存していて、その多くがここを通るのだ。封鎖されれば日本は代替ルートを探すしかなく、コストは必ず上がるのだ。9割って日本ってそんなに中東依存だったんですね。代替ルートってそもそもあるんですか？あったとしても同じ値段では無理ですよね。代替ルートはあるのだ。例えばサウジアラビアにはホルムズを通らないパイプラインがあるのだ。でも処理能力には上限があって、全量を代替できるわけではないのだ。しかもイランは、もし米国がエネルギーインフラを攻撃すれば、この地域全体とサウジアラビアを暗闇に沈める、と警告しているのだ。つまりサウジのパイプラインズが標的になりかねないという話なのだ。これが今、世界中のエネルギー市場が震えている本当の理由なのだ。ここでちょっと、わかりやすい例えで考えてほしいのだ。ホルムズ海峡って、世界のエネルギー供給の喉仏、みたいなものなのだ。料理の塩が手に入らなければ、高級食材が山積みでも料理が完成しないのと同じなのだ。この喉元が6週間詰まっているのに、世界はまだ回っている。でも、実は静かにものすごいコストを払い始めているのだ。静かにものすごいコストを払っているってどういうことですか？封鎖されてもまだ世界が回ってんなら、大した影響じゃないんじゃないですか？逆の見方もできませんか？鋭い見方なのだ。表面的には回っているように見える。でもオイルプライスの報道によると、水面下では石油価格の原料市場が完全に歪んでいるのだ。アジアや欧州の化学工場は、中東から来るナフサや LPG が手に入らず、生産を縮小し始めているのだ。それが即、プラスチック製品の値上がりとして世界に波及しているのだ。具体的に何が上がっているか話すのだ。ナフサというのはプラスチックの原料で、日本の工場の多くが中東産ナフサに依存しているのだ。封鎖が続くと、食品の包装フィルム、弁当容器、ペットボトル、これら全部のコストが上がるのだ。農業で言えばビニールハウスのフィルムや農業用ビニールも高騰する。食材そのものでなく、食材を包む容器の値上がりが食卓に忍び込んでくるのだ。なるほど、食材そのものじゃなくて、容器から来るんですね。でも先ほどの話だと、アジアが苦しむわけ、別国の化学会社が得をするって話でしたよね。それって誰かが得をして誰かが損するだけで、世界全体のトータルは変わらないんじゃないですか？ここまでの話をざっとまとめると、パキスタンが2週間停戦を提案してイランが前向きに検討。ホルムズ海峡は世界原油の2割が通る喉仏。そして封鎖が続く中でアジア、欧州の石油価格が生産縮小している。ここからいよいよ日本の生活費への具体的インパクトに入るのだ。オイルプライスによると、米国の化学大手 DOW の株価は年初来 70% 超、リオンデルバセルは 80% 超も上昇している一方、S&P500 はマイナス 3% なのだ。
紬の指摘通り、これはゼロサムゲームに見える。でも実は違うのだ。プラスチック製品の価格が世界全体で上がっているから、消費者全員がそのコストを負担しているのだ。日本はその負け組側にいるのだ。では日本への具体的な影響を計算してみるのだ。LPG はプロパンガスとして日本の家庭の約4割が使っている。中東産 LPG の供給が絞られると価格は上昇し、プロパンガス料金は1立方メートルあたり数十円単位で上がるのだ。月40立方メートル使う4人家族なら、月1500円の値上がりが現実的な試算なのだ。年間で1万5000円から1万8000円のインパクトになるのだ。年間1万5000円から1万8000円。それだけでも相当ですけど、プラスチック容器の値上がりが食品コストにも乗ってくるわけですよね。複合的な打撃ですね。正直、物価がこんなに日常生活に直結するとは思ってませんでした。さらに投資家視点でも話しておくのだ。日本の機関投資家や個人の新 NISA で S&P500 に投資している人は多いのだ。前述の通り S&P500 は年初来マイナス 3% なのだ。一方、中東リスクと連動して円安が進む可能性もある。原油を大量に輸入する日本は貿易赤字が拡大しやすく、円安圧力がかかるのだ。100万円をオルカンに入れていたとして、今年の含み損は5万円になっている計算なのだ。ちょっと待ってください。逆に聞くんですけど、日本って何もできないんですか？日本政府はこの状況でどんな手を打てるんでしょう？ずんだもん先輩なら、自分が経産大臣だったらまず何をしますか？面白い問いなのだ。正直、短期的にできることは限られているのだ。備蓄石油の放出、LNG 調達先の多様化、省エネ推進、どれも有効だが即効性はない。もし僕が大臣なら、まずオーストラリア、米国産 LNG の長期契約を急いで確保しに行くのだ。でも本質的な問題は構造的なエネルギー依存で、これは数ヶ月で解決できるものではないのだ。ここで視野を広げて、中国の動きを見ておきたいのだ。サウスチャイナモーニングポストによると、中国はこの米、イスラエル vs イランの戦争を、リアルタイムの軍事演習の観察として徹底分析しているのだ。今回の戦争は6週目に突入していて、米軍の F-15E 戦闘機が1機撃墜された。パイロットは救出されたが、米軍が完全制空権を持つという主張に疑問符がついたのだ。それって台湾有事と繋がりますよね。中国が、米軍はここまでの戦争なら耐えられる。でもここからは難しい。という限界を今まさに測っているってことですか？まさにその通りなのだ。SCMP が指摘した3つの教訓が興味深いのだ。1つ目、米国の情報、技術、即応力は実証されたが、長期戦の持続力には限界がある。2つ目、非対称戦争のコストは予想を超えて高い。3つ目、国際社会と国内世論の支持が時間とともに揺らぐ。中国はこのデータを台湾海峡のシミュレーションにフィードバックしているはずなのだ。今のホルムズの戦争が数年後の東アジアの安全保障環境を変えているのだ。さあ、動画の冒頭でコンビニの容器や食用油の話をしたのだ。封鎖6週目の今、あの話がなぜ重要だったか分かったと思うのだ。原油が通らないのは当然として、プラスチックの原料も LPG も全部この33キロの海峡に詰まっているのだ。これは遠い中東の話ではなく、今あなたの台所と財布に静かに染み込んでいる話なのだ。では今後のシナリオを話すのだ。シナリオ A は2週間停戦成立のケース。パキスタン案が通りイランが一時的にホルムズを開ける。この場合、原油価格はすぐに下がり、プラスチック原料コストも数週間で改善し始めるのだ。NISA の損失も回復方向に動く可能性がある。シナリオ B は停戦失敗、米国攻撃強化。この場合、原油はさらに高騰し、イランがサウジのインフラも攻撃すれば日本のプロパンガス代は月2000、3000円超の上昇もあり得るのだ。僕の個人的な見立てを言うのだ。今回のパキスタン仲介案は単なる時間稼ぎではないと思うのだ。イランが前向きに検討した瞬間、どちらも完全な戦争継続よりも出口を探しているサインが見えたのだ。ただし2週間は本当に短い。停戦が成立しても構造的な問題、日本のエネルギー依存と石油価格の脆弱性は何も解決されないのだ。今回のことをきっかけにエネルギーポートフォリオを個人レベルでも考えてほしいのだ。私はシナリオ A を信じたいですけど、今あなたの台所に染み込んでいるって言葉が刺さりました。ガスや容器の値上がりって地味だから気づきにくいんですよね。皆さんは最近何の値段が上がったと感じましたか？
コメントで教えてほしいです。今日の動画はここまでなのだ。封鎖、停戦、外交という言葉だけで見た話が、実はプロパンガス代と MISA の損益に直結していると分かってもらえたなら嬉しいのだ。チャンネル登録と高評価ボタンを押してほしいのだ。それがこのチャンネルを続ける一番の力になるのだ。毎週水曜日はテック最前線でお届けするのだ。来週もテック最前線でお届けするのだ。次回は AI が変える日本のキャリア市場を予定しているのだ。また会おうなのだ。